こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は最近多くの企業で使うようになったように感じております人材開発支援助成金の令和7年度の概要について解説をしていきたいと思います。コロナ終了後ですね、人手不足というのが非常に顕著になってきているという状況で、従業員一人一人のスキルアップ、レベルアップというのが非常に欠かせないという状況になってきて、企業においても、大企業はもちろん、中小企業においても、従業員の教育研修に力を入れているという状況が伺える感じになっております。今回の概要ですけれど、まずは人材開発支援助成金とはどのような助成金なのかについての概要について解説をして、この助成金、令和7年度において変更及び見直しが行われました。大きな変更見直しはないんですけれど、その変更と見直し内容について解説をして、人材開発支援助成金、全部で6つのコースがありますけれど、このうち2つのコースを取り上げてご紹介をした上で、それと関連をする内容として、令和7年10月に新しく創設されます、教育訓練休暇給付金の合わせてご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは人材開発支援助成金とはどのようなものなのかですけれど、こちらは段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるため、職業訓練等を計画に沿って実施をした場合に、その訓練経費ですとか、訓練期間中の賃金の一部を助成するコースとなっております。この助成金全部で6つのコースがあります。一番多く使われるのが人材育成支援コースではないでしょうか。こちらは技能習得の訓練ですとか、OJT 付きの訓練、また正規雇用転換を目的とした訓練をする場合に申請をするコースとなっております。その他、教育訓練休暇等付与コースというのもあります。こちらは有給の教育訓練制度の導入とその実施をした場合に使用するコース。また、令和8年度までの期間限定のコースではありますけれど、人への投資促進コースというのもあります。高度デジタル人材の育成ですとか、従業員が自発的に訓練をした場合、その支援を企業がする場合に申請するものとなっております。また、人材開発支援助成金、そもそもは現状の職務に関連した訓練という形になっておりますけれど、コロナ後においては新事業へ進出するというケースも出てきておりまして、そういった場合、新事業で必要な能力の開発、訓練といったところを支援するためには、事業展開とリスキリング支援コースというのを設けられております。また、業種限定ではありますけれど、建設業においては、建設労働者認定訓練コースというのもあります。また、建設労働者技能実習コースという、建設業特有の2つのコースというのが用意され、全部で6つのコースという形になっております。この人材開発支援助成金ですけれど、令和7年度において変更及び見直しが行われました。大きな変更見直し点につきましては、まずは賃金助成額の拡充。2つ目が計画申請手続きの見直し。3つ目が人材育成支援コースの見直しということになっております。最初の賃金助成額の拡充についてですけれど、こちらはいくつかコースまたがっておりますけれど、教育訓練におけるその賃金の助成額ですね。そしてその増額分ですけれど、こちらが最近の賃金引き上げの流れを受けまして増額という形になっております。そして3つ目の人材育成支援コースの見直しですけれど、こちらは教育訓練にかかる経費の一部を助成金で負担をするというものですけれど、この助成率の見直しが少し行われております。
そして2つ目の計画申請手続きの見直しですけれど、こちらは最後の注意点とまとめのところで少し解説をしていきたいと思います。人材開発支援助成金については全部で6つのコースがありますけれど、よく使われるコースを少し解説をしていきたいと思います。多くの会社が使うのは人材育成支援コースではないでしょうか。こちらはですね、職務に関連した知識、技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施をして、その訓練経費ですとか、訓練期間中の賃金の一部を助成をするものとなっております。大きくさらに3つに分かれておりまして、1、人材育成訓練、2、認定実習併用職業訓練、3、有期実習型訓練の3つになっておりまして、いずれもですね、訓練経費につきましては、大企業、中小企業、合わせてですね、30% から最大 100% までの経費助成。ただし、金額の上限はあります。また、訓練期間中の賃金助成としては、400円から1000円が時間あたりで支給をされるという形になっております。丸1の人材育成訓練。こちらがよく多くの会社では申請する内容かと思いますけれど、こちらはですね、職務に関連した知識、技能を習得させるための教育訓練ですけれど、オフ GAT であること、そして、1計画あたり10時間以上であることといった場合、この要件を満たして人材育成訓練として申請をするという形になります。また、認定実習併用職業訓練につきましては、こちらはですね、認定を受けた上で実習併用職業訓練を行うという形で、OFGAT と OGAT の組み合わせになります。また同様にこの組み合わせではありますけれど、正社員転換を目的とした正社員経験の少ない有期雇用労働者に対しての訓練の場合は、有期実習型訓練という形になっております。いずれもですね、1労働者1訓練あたり年間で1200時間から1600時間の訓練が可能で、支給申請は1年度あたり3回までとなっております。そして人材開発支援助成金、割増分の追加受給というのがあります。こちらはですね、賃金の増額もしくは資格手当等の支給をした場合に、賃金の助成、経費の助成の上乗せという形になっておりますけれど、賃金の要件もしくは資格手当等の要件を満たした場合ですね、こちらの場合には追加の割増で支給がされるという形になっております。賃金要件としては、毎月決まって支払われる賃金につきましては、訓練終了後1年以内に 5% 以上の増額という形。また、資格等の手当を支給する場合にはですね、訓練終了後1年以内に 3% 以上の増額という形になっておりまして、いずれかの要件を満たした場合には、改めてもう一回割増分の追加支給の申請を行うという形になっております。そしてもう一つご紹介をしておきたいのが、教育訓練休暇等付与コースになります。こちらはですね、全部で3つコースがありまして、1、教育訓練休暇制度、2、長期教育訓練休暇制度、3、教育訓練短時間勤務等制度となっております。こちらですね、教育訓練休暇等付与コースの中に入っておりますけれど、予算的には2番、3番につきましては、人への投資促進コースの方に入りますので、人への投資促進コース申請をしている企業につきましては、この助成金と合わせて予算額を見ていくという形になっております。多くの会社で使用するのが1の教育訓練休暇制度ではないでしょうか。こちらは3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入して実際に適用した場合という形で、制度導入に対して30万円が支給をされるという形になっております。この教育訓練休暇等付与コースにつきましては、いずれも原則有給となっておりますけれど、今回ですね、令和7年10月から今度は無給の給付金制度というのが創設される予定になっております。現段階ではですね、詳細は出ていないんですけれど、こちらは労働者が自発的に教育訓練に専念する、といった場合に、生活費を支援をしていくというものになっております。
そしてですね、こちらは無給の教育訓練制度という形になっておりますけれど、支給要件としては、被保険者期間が5年以上あること、そして、長期の休暇による教育訓練を前提をしているということで、給付期間につきましては90日からという形になっております。そして、支給につきましては、いわゆる失業保険と同様の金額が支給されるという形になっておりますが、なかなか無給で長期に職場を離れて自主的に教育訓練をしていくといったところが難しいかもしれませんけれど、今後ですね、こちらは広がっていくことを期待をしているといった状況になっております。そして最後に注意点とまとめですけれど、計画申請についてですね、こちらは令和7年度から変わった内容ですけれど、従来は計画申請に関しては、申請をして確認と受理が行われたんですけれど、今後は受付のみということになっておりまして、非常に少し怖いというのを感じております。従いまして、申請する訓練の内容が要件に合致しているのかどうかといったところは事前にですね、十分に確認をしてほしいと思います。また、計画申請につきましては、今までは1ヶ月前までという要件でしたけれど、令和7年度から6ヶ月から1ヶ月前までという形になっております。したがって、あまり早すぎる申請も受け付けてはもらえないという形になっております。また、教育訓練する場合ですね、教育訓練機関を利用する場合もあるかと思いますけれど、こちらもですね、少し要件が加わっておりまして、その会社の事業目的、定款、もしくは、当本において教育訓練事業が入っていることということになっております。ただ、これに関しては、この確認資料を提出するわけではないので、申請をする会社さんで自主的に確認チェックをしなければいけないという形になっております。このようにですね、人材開発支援助成金、最近非常に多く使われるようになっておりますけれど、人材育成への取り組みを進めていただいて、企業経営の安定化を図っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。